はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は OBS の配信設定で PS4 や Switch を 1080p60fps で YouTube 生配信する方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初に必要な準備や確認事項をチェックしていきますが、OBS スタジオのインストール、キャプチャーボードの準備、YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認、使用している PC のスペックとネット回線速度の確認、これら4つのことについて確認してもらう必要があります。まず最初に OBS スタジオのインストールについてですが、今回は OBS スタジオで YouTube の配信設定を行っていくので、まだ PC に OBS スタジオをインストールしていない人はインストールしてもらう必要があります。ちなみに使用しているキャプチャーボードによっては付属でキャプチャーソフトがついてくることがありますが、個人的には付属のキャプチャーソフトはできることの幅が少ないので OBS スタジオを使用することを推奨しています。まだ OBS スタジオを PC にインストールしていないのであれば、説明欄にインストール方法を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。次にキャプチャーボードの準備についてですが、 PS4 や Switch の映像を OBS に移すにはキャプチャーボードという機材を使用して映像を移していくのですが、準備することはできていますでしょうか？一応 PS4 に関してはリモートプレイを活用することでキャプチャーボードを使用しなくても OBS に映像を移して配信することができますが、遅延などがあったりするので個人的にはキャプチャーボードを使用することを推奨しています。ちなみにキャプチャーボードについて調べてみると、たくさんの会社から様々な機種が販売されているので、どれを購入したらいいのかわからない人もいると思います。そんな人のために25種類以上の外付きキャプチャーボードを使用した実際の経験から PS4 や Switch におすすめなキャプチャーボードランキングトップ5を紹介した動画を作成しているので、まだキャプチャーボードを購入していない人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認についてですが、 YouTube でライブ配信を行うのであれば YouTube チャンネルを作成してアカウントの確認まで行っておく必要があります。ちなみにアカウントの確認を行ってから24時間程度は待たないとライブ配信を行うことができなくなっているので、アカウントの確認まで終わっていないのであれば早めに済ませておくのがおすすめです。YouTube チャンネルの作成方法とアカウントの確認方法を解説した動画も投稿しているので、それぞれのやり方がわからない人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。最後に使用している PC のスペックとネット回線速度の確認ということですが、 OBS で高画質で配信するにはある程度の PC スペックとネット回線速度が必要になるので、一定の基準を満たしていないと 1080p60fps の解像度で配信できない場合もあります。まずは PC スペックについて解説しますが、特に重要なスペックとしては CPU、GPU、メモリの3つになっており、 OBS で 1080p60fps で配信するために必要な PC スペックの目安を言っておくと、 CPU は 6R6 スレッド以上のもの、 GPU は使用するキャプチャーボードの動作環境以上のもの、メモリは 8GB 以上、できれば 16GB が推奨というようになっているので、これ以上の PC スペックがないと 1080p60fps の解像度で配信することは難しいですね。ちなみに自分が使用している PC のスペック情報としてはこのようになっています。自分は Windows 10を使用しているのですが、 Windows 10での CPU、GPU、メモリの確認方法を解説した動画を投稿しているので、確認方法がわからないという人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次にネット回線速度についてですが、 YouTube で 1080p60fps の解像度で安定した配信を行いたいのであれば、上り速度が 15Mbps 以上はないと厳しいので注意してください。ネット回線速度を調べることができるサイトはいくつかありますが、個人的にはこちらのサイトが分かりやすくて、インターネットに関する専門情報もいろいろ確認することができるのでおすすめです。説明欄にこのページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。実際に計測して上り速度を確認することができたら、この後の OBS の設定で使用するのでメモしておきましょう。必要な準備を行うことができたら、まずは YouTube 側の配信設定のやり方を解説していきます。 YouTube 側の配信設定のやり方をすでに知っていて OBS の設定を行いたいと考えている人は、動画目次の OBS にゲーム画面を映す設定方法から確認してください。それではやり方を解説していきますが、生配信を行いたい YouTube チャンネルにログインしたら、画面右上のアイコン画像をクリックして YouTube スタジオをクリックしてください。
すると YouTube スタジオの画面が表示されるので、画面右上にあるライブ配信を開始をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、ひとまず後での開始をクリックしてストリーミングソフトウェアの選択をクリックしてください。次にライブ配信に関するこのような画面が表示されます。ちなみに YouTube での生配信のやり方としては、画面左上の項目にあるエンコーダ配信と Web カメラと管理という3つの項目からそれぞれ生配信ができるようになっていますが、今回の場合は管理から生配信するのがおすすめです。この管理を選択して配信を行う場合、チャンネル内で何日の何時何分からライブ配信を始めると宣伝することができますし、配信を開始する数日前から準備することができるので、ゲーム配信時にぴったりな配信設定方法となっています。それではやり方を解説していきますが、画面左側の管理が選択されていることを確認して、画面右上にあるライブ配信をスケジュール設定をクリックしてください。すると配信の作成という画面が表示されるので、上から順番に設定していきたいと思いますが、まずは配信のタイトルと説明を入力します。今回はテスト配信を行いたいので、両方ともテスト配信とだけ入力して今回は解説していきますが、本格的に配信をやっていくのであればしっかりと入力するようにしてください。次にカテゴリーの設定をしていきますが、 PS4 や Switch のゲーム配信を行うのでゲームを選択し、実際にプレイしたいゲーム名をゲームのタイトルの項目に入力してゲームを選択してください。次にサムネイルについてですが、今回はテスト配信なのでサムネイルは設定しないで進めていきたいと思います。本格的にゲーム配信を行っていくのであれば、自分で作成したサムネイルを設定するのがおすすめですが、詳細という青い文字のリンクをクリックすることでサムネイルの条件などを確認することができるようになっています。それを確認してサムネイル画像を準備し、サムネイルのアップロードの部分をクリックして PC 内に保存しているサムネイル画像を選択して設定してください。次に再生リストについてですが、こちらも今回はテスト配信を行うので再生リストは設定しないで進めていきたいと思います。本格的にゲーム配信を行っていくのであれば、各ゲームごとに再生リストをまとめておくと見やすくなるので、選択をクリックしてすでに作成している再生リストを選択するか、新しい再生リストを作成して設定するようにしてください。次に視聴者についてですが、ここではこの動画が子供向けかそうでないかを選択するようになっています。詳しい情報に関しては子供向けのコンテンツの詳細のリンクを確認してほしいのですが、今回はいいえ子供向けではありませんにチェックを入れて進めていこうと思います。次に年齢制限詳細設定というところをクリックすると、動画を成人の視聴者のみに制限しますかと表示されます。詳しい情報は詳細のリンクから確認してほしいのですが、今回はいいえ動画を18歳以上のみの視聴者に制限しませんにチェックを入れて進めていこうと思います。次に全て表示をクリックしてより詳細な設定を行っていきます。まずは有料プロモーションについてですが、この項目は例えば企業の方から報酬をいただいて配信を行うときにチェックを入れる項目になるので、ほとんどの人には関係のない項目になります。詳しい情報は詳細のリンクから確認することができるので、興味がある人はチェックしてみてください。次にチャプターの自動生成についてですが、チャプターとは動画の複数のセクションに分割する機能のことで、それを利用可能な場合は自動で生成するかしないのかの設定になります。基本的にはチェックを入れっぱなしで大丈夫なのでこのまま進めていきますが、より詳しい情報が知りたい人は詳細のリンクから確認してみてください。次にタグについてですが、今回はテスト配信を行うので空欄のまま進めていこうと思います。ちなみにタグの役割としては、配信に関連するキーワードやスペルを間違えられやすいキーワードを入力しておくことで、検索などから自分のライブ配信が見つけてもらいやすくなる機能となっています。ただタイトルや説明欄と比べるとその効果は低く、重要度も低い設定になるので、それを理解した上でも必要だなと思う人だけ入力するようにしてください。次に言語とキャプションの認定についてですが、ライブ配信の言語は日本語に設定してください。字幕の認定に関しては配信で字幕を入れることはないのでなしで OK です。また録画した場所でライブ配信の場所を入力できますが、ゲーム配信で場所を設定する意味がないのでこちらも基本的になしで OK です。次にライセンスについてですが、今回の場合は標準の YouTube ライセンスのままで OK です。詳しい情報はライセンスの種類のリンクから確認するようにしてください。あと埋め込みを許可するに関してもチェックを入れっぱなしで OK です。
次にコメントと評価についてですが、コメントの表示というところで様々な制限をかけることができるようになっており、コメントを全て許可する、不適切な可能性があるコメントを保留して確認する、全てのコメントを保留して確認する、コメントを無効にする、この4つから表示方法を選択できるようになっています。生配信をするのであれば視聴者さんとの交流を目的として行うと思うので、個人的にはコメントを全て許可するか、不適切な可能性があるコメントを保留して確認するのどちらかに設定するのがおすすめです。並べ替えに関しては初期設定の人気順で OK です。あと、このライブ配信を高く評価した視聴者の数を表示するに関しては基本的に入れっぱなしで OK ですが、高評価数を隠したいと思ったらチェックを外すようにしてください。ここまで設定することができたら次を選択してください。次にカスタマイズという画面が表示されるので、こちらも上から順番に解説していきますが、チャットの項目の中にあるチャットにチェックを入れると、ライブ配信中にチャットで視聴者さんとやり取りすることができるようになります。また、チャットのリプレイにチェックを入れると、ライブ配信終了後にアップロードされたライブ配信の動画を見るときに、ライブ配信中にやり取りされたメッセージを見ることができるようになります。個人的には両方にチェックを入れておくのがおすすめです。次に参加者モードについてですが、配信中にチャットにメッセージを送信できる人を全員かチャンネル登録者のどちらかに設定することができるので、好きな方にチェックを入れるようにしてください。次にメッセージ待機についてですが、視聴者のコメント連投を防ぐことができる機能となっており、次にメッセージを送信できるようになるまでの待機時間を設定できるようになっています。必要であれば低速モードにチェックを入れて秒数を設定するようにしてください。ちなみに一番下にコミュニティの設定というリンクがありますが、ここをクリックすることでモデレーターやブラックリストに登録した語句などを編集できるようになっているので、必要であれば設定するようにしてください。ここまで設定できたら次をクリックしましょう。次に公開設定に関する画面が表示されますが、プライバシーの項目で今から行うライブ配信を非公開、限定公開、公開の中から選べるようになっています。各項目に説明文があるのでそれぞれの意味はわかるかと思いますが、今回はテスト配信を行うので非公開にチェックを入れておくのがおすすめです。本格的に配信を行っていくのであれば限定公開や公開にチェックを入れるようにしてください。次にスケジュールについてですが、ライブ配信を開始したい日時を設定できるようになっています。今回はテスト配信を行うので開始日時は適当で OK ですが、本格的に配信をやっていきたいのであれば開始日時をしっかりと設定するようにしてください。ここまで設定できたら完了をクリックしましょう。するとこのような配信管理画面が表示されます。これまで設定してきた内容は編集というところをクリックすることで再設定することができるので覚えておいてください。ちなみにライブ配信の開始日時を設定したと思いますが、配信を公開の状態にしておくと自分のチャンネルのホーム画面を確認した時にライブ配信の開始日時が表示されるので視聴者さんに宣伝することが可能です。ただ非公開や限定公開にしているとライブ配信の公開日時が表示されなくなっているので、このテスト配信で開始日時を確認したい場合は一時的に公開に変更して確認することができたら非公開に戻すようにしてください。ちなみに公開に設定しても表示されない場合は YouTube スタジオの画面を開いた時のカスタマイズの項目で設定を行う必要があります。実際にカスタマイズの画面を開くことができたら、レイアウトタブの中にあるセクションを追加をクリックすると、このように様々なセクションを追加できるようになっているので、今後のライブ配信というセクションを追加してください。次に表示させる位置調整を行った後に、画面右上にある公開をクリックしてください。あとはホーム画面を確認してみると、配信日時が表示されているので確認してみましょう。次にここからより細かい配信設定を行っていきますが、ライブ配信の設定のタブをクリックして、その中にあるライブ配信の遅延の設定を行います。通常の遅延、低遅延、超低遅延という3つの遅延設定があるので、それぞれ詳しく解説しますが、通常の遅延とは約20秒くらいの遅延が発生するので、視聴者さんとリアルタイムでやり取りする場合は不向きの設定ですが、やり取りを全く行わないのであればおすすめの設定となっています。視聴者側のバッファ量が最小限に抑えられるので、配信が止まってしまうことが少なく、全ての解像度とライブ機能がサポートされる設定です。基本的に 4K 配信をやりたいならこの設定がおすすめですね。
次に低遅延についてですが、約7秒くらいの遅延が発生しますが、ほぼリアルタイムで視聴者さんとやり取りすることができ、視聴者側のバッファ量も低く抑えることができるので、他の2つのオプションの間を取ったバランスの良い設定となっています。この設定では 4K の解像度はサポートされていませんが、ゲーム配信を行うときに 4K もの画質は必要ないので気にしなくて OK です。ただどうしても画質にこだわりたい場合でも 1440p に対応しているので、それで十分かなと思います。個人的にはこの設定がおすすめです。最後に超低遅延についてですが、約3秒くらいの少ない遅延となっているので、リアルタイムで視聴者さんとやり取りすることができる設定となっています。しかし視聴者側のバッファ量が増加する可能性が高く、読み込みが遅れて配信が一時的に止まってしまう場合もあるので注意してください。また 1440p と 4K の解像度はサポートされておらず、 DVR という配信を巻き戻して再生できる機能や字幕といった機能も使用できないので注意しましょう。高速のネット回線を使用したりビットレートを下げる必要が出てくるので、個人的には初心者の方にはお勧めしません。通常の遅延、低遅延、超低遅延についての解説は以上になりますが、今回は低遅延に設定してやっていこうと思います。ここまで設定できたら YouTube 側の配信設定はひとまず OK です。これ以外にもいくつか設定項目がありますが、基本的に初期設定のままで大丈夫なので問題ありません。ちなみにこの後に OBS 側の配信設定を行いますが、その時にこの画面内のとある部分を少し触るところがあるので、画面を閉じることなくそのままにしておいてください。ちなみにここまで YouTube 側の配信設定をやってきたら感じると思いますが、配信設定がめっちゃ面倒って思ってしまいますよね。そんな人に朗報なのですが、一度生配信を行った後にその生配信を削除していないのであれば、ライブ配信をスケジュール設定をクリックすると、前の設定でスケジュールという画面が出てくるようになっています。この画面内にあるリユースセッティングスをクリックすると、画面内に表示されている過去の生配信と全く同じ設定で生配信を準備することができるので、配信設定を時間短縮することが可能です。また過去の配信の部分をクリックすると、このように過去に行ったライブ配信を一覧で確認することができ、その配信を選択すれば同じ設定で生配信ができるので、覚えておくと非常に便利です。またクリエイトニューをクリックすると、タイトルや説明欄などの各種設定を最初から入力できる画面に移行するので、こちらも覚えておいてください。それではここからは配信設定を行っていきたいと思いますが、まだ OBS に PS4 や Switch のゲーム画面を表示させることができていない初心者さんもいるかもしれないので、 OBS にゲーム画面を映す設定を行います。すでに表示させることができている場合は、動画目次の OBS での配信設定方法から作業を行ってください。今回は PS4 や Switch 用のキャプチャーボードランキングで一番おすすめと言っている L 型の HD60S プラスというキャプチャーボードを使用してゲーム画面を映す方法を解説していこうと思います。ちなみにこれ以外のキャプチャーボードを使用している人に注意点を言っておきたいと思いますが、使用するキャプチャーボードによって OBS での設定方法が若干異なっています。なので HD60S プラス以外のキャプチャーボードを使用している場合、同じ設定方法を行っても映像が映らなかったり音声が聞こえない場合があるので注意してください。ちなみに自分は25種類以上の外付けキャプチャーボードを使用した経験があり、 OBS にゲーム映像を映すまでの使い方を解説した動画も作成しています。有名なキャプチャーボードのほとんどを網羅しているので、説明欄に記載しているキャプチャーボードの再生リストから使用しているキャプチャーボードの動画を確認して OBS にゲーム映像を映してみてください。ちなみに OBS にゲーム映像を映すまでの手順を大まかに解説しておくと、 HDCP を解除する、 HD60S プラスを各機器に接続する、OBS スタジオにゲーム画面を映すという手順で解説していきますが、一部説明が長くなりそうなところは別の動画で確認してもらうようにしているので、あらかじめご了承ください。まずは HDCP というコピーガードを解除していきます。この作業は PS4 を使用する場合のみに必要な作業となっており、これを行わないとゲーム画面が映りませんし、一瞬だけゲーム音が聞こえたり聞こえなかったりすることを繰り返す症状が出てしまうので注意してください。ちなみにスイッチの映像を映したい場合は必要ないので飛ばしてもらって構いません。この設定は割と有名なのですでにやっている人も多いと思いますが、まだ PS4 の HDCP を解除していないという人は、説明欄に記載している動画リンクから設定方法を確認することはもちろん、 HDCP を解除することの注意点についても確認するようにしてください。次に HD60S プラスを各機器に接続していきます。
特に決まった順番はありませんが、まずは PS4 や Switch からの HDMI を HD60S プラスのイン側に接続してください。ちなみに今回は PS4 を使用して解説していきます。次にアウト側に付属の HDMI ケーブルを接続し、もう片方はゲーム画面を映したいモニターに接続してください。次に付属で USB ケーブルがあるので Type-C の方を HD60S プラスに接続してください。次に反対側の Type-A の方を PC に接続すると PC から電源が供給されて HD60S プラスが光るので、それを確認できたら接続完了です。ただ注意点として PC に接続するときに USB2.0 の端子に接続してしまうと動作しないので、必ず USB3.0 以上の端子に接続するようにしてください。USB2.0 と 3.0 の見分け方がわからないという人は説明欄に見分け方を解説した動画リンクを記載しておくので要チェックです。次に OBS にゲーム画面を映す方法を解説していきます。ちなみに自分は Windows を使用しているので Windows 版の OBS の画面で解説していきます。まずはゲーム画面を表示させたいシーンを選択し、ソースの欄のプラスをクリックして映像キャプチャーデバイスをクリックしてください。するとソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。するとプロパティが表示されるので、デバイスの項目にゲームキャプチャー HD60S プラスを選択してください。次に解像度 FPS タイプはカスタム、解像度は 1920×1080、 FPS は出力 FPS に合わせるに設定してください。もしも PS4 Pro を使用していて本体設定で 4K 解像度の設定をしている場合は 3840×2160 に設定してもらっても構いません。次に音声出力モードが音声のみをキャプチャーであることを確認できたら OK をクリックしましょう。すると OBS に PS4 の画面が映ります。ただ今の状況では配信を行った時にはゲーム音が入っていますが、 PC に接続したヘッドホンからはゲーム音が聞こえない設定になっています。この状態でゲーム音声を聞きたいのであれば、パススルー出力しているモニターにヘッドホンやイヤホンを接続することでゲーム音を聞くことができるのでやってみてください。ちなみにゲーム機本体やコントローラーなどにヘッドホンやイヤホンを接続してしまうと音声出力が切り替わってしまって OBS にゲーム音声が入らなくなってしまうので注意しましょう。もしも OBS で設定した BGM を聞きたかったり Discord などで通話しながら配信するなどゲーム音以外の PC からの音を聞きたいのであれば PC にヘッドホンやイヤホンを接続する必要があるので、ゲーム音が聞こえるような設定を今から解説していきます。まずは音声ミキサーの項目にある歯車マークをクリックし、オーディオの詳細プロパティをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、映像キャプチャーデバイスの音声モニタリングをモニターのみ出力はミュートにしてください。するとゲーム音が聞こえるようになるので、閉じるをクリックして画面を閉じましょう。もしもこれでゲーム音が聞こえない場合は PC 側のサウンド設定がおかしい可能性があります。Windows 10でのやり方になりますが、デスクトップ画面右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、再生タブをクリックしてください。次に実際に使用しているヘッドホンをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてください。実際に使用しているヘッドホンにチェックマークがついたことを確認できたら OK をクリックしましょう。あとは OBS を一度閉じてから再起動してみるとゲーム音がヘッドホンから聞こえてくるので確認してみてください。ちなみにこの後に配信設定を行って実際に配信しながらゲーム音の確認を行っていきますが、ゲーム音の音量調整方法を先に言っておくと、ゲーム内の設定で音量調整を行うか、音声ミキサーの項目にある映像キャプチャーデバイスの音量調整バーを動かして音量調整を行うので覚えておいてください。あと OBS に移したゲーム画面の画質をさらに上げる方法を解説した動画も作成しています。低スペックの PC でも簡単に行える方法となっているので、気になる人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。それではここからようやく OBS での配信設定方法を解説していきますが、配信の設定、出力の設定、音声の設定、映像の設定という4つの設定項目を今から設定していきます。ちなみに YouTube で生配信をするときに推奨されている設定方法で解説していくので、あらかじめご了承ください。また初心者の人からすると専門用語もたくさん出てくるので大変かと思いますが、分かりやすいように解説していくので一つ一つ確認していきましょう。まず最初に配信の設定を行って YouTube と連携していきます。OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。
次に画面左の欄にある配信の項目をクリックし、サービスの欄が初期設定では Twitch となっているので YouTube RTMPS に変更してください。するとサーバーという欄が出てくるので、プライマリー YouTube インゲストサーバーになっていることを確認してください。次にその下にあるストリームキーを使用するコードをクリックすると、サーバーの項目の下にストリームキーを入力できる画面が表示されます。もしもアカウント接続を行っている場合は、ストリームキーを使用するコードが表示されないので、接続を解除してから確認するようにしてください。ちなみにこのストリームキーは YouTube の配信管理画面内のストリームキーという項目に記載されているので、コピーをクリックしてコピーしてください。ちなみに目に斜線が入ったマークをクリックすることでストリームキーを表示させることができますが、このストリームキーを他人に見せてしまうとセキュリティ的に良くないので注意しましょう。ストリームキーをコピーできたら、先ほどの OBS のストリームキーの欄に貼り付けます。念のため表示をクリックして文字列が YouTube 側のストリームキーと同じかを確認し、 OK ならば適用をクリックしてください。ちなみにここで豆知識になりますが、2回目以降の生配信を行うときに Reuse Settings をクリックして前回と同じ配信設定を利用する場合は、ストリームキーは同じになるので OBS 側のストリームキーも変更する必要はありません。しかし Create New を選択して新たに配信設定を行うとストリームキーが変わっているので再設定をする必要があります。OBS と YouTube で設定されているストリームキーが違っていると OBS で配信開始しても YouTube 側に反映されないので生配信ができないという現象が起こります。その時は先ほどと同じ方法でストリームキーを再設定する必要があるので覚えておいてください。次に出力の設定を行っていきます。画面左の欄にある出力の項目をクリックし、出力モードを詳細に変更してください。するとこのような画面に切り替わりますが、配信タブであることを確認して音声トラックが1になっていることを確認してください。確認できたらその上にある音声のタブをクリックし、トラック1の音声ビットレートを128に変更してください。設定できたら配信タブをクリックして元の画面に戻りましょう。次にエンコーダの項目を X264 に設定してください。ちなみにこの X264 のエンコーダは CPU を使用して配信の処理を行うエンコード方式となっており、高スペックな CPU を使用しているのであれば高画質で配信できるのでおすすめです。次に出力をリスケールするのチェックが外れていることを確認してください。次にレート制御の項目を CBR に設定してください。これを設定することで安定したビットレートにすることができるので、配信画面がカクつきにくくなるなど映像が安定しやすくなります。他にもいろいろと選択することができますが、様々なところから情報を調べてみたり実際に設定して配信してみましたが、映像がおかしくなることがあったので、ここは CBR 一択でいきましょう。次にビットレートを設定していきますが、配信設定でここが難しいポイントになるので注意してください。まず配信のビットレートを決める条件としては、自分のネット回線の上り速度を超えないこと、配信サイトのビットレート上限を超えないこと、上り速度の突発的な上昇・下降に備え約 25% ほど下げて設定すること、この3つの条件を満たしている必要があります。まずは自分のネット回線の上り速度を超えないことということですが、必要な準備のところでネット回線速度を計測してもらったと思います。自分の場合は 72.2Mbps となっていたので、これよりもビットレートの数値は大きくしないように設定していきます。次に配信サイトのビットレート上限を超えないことということですが、 YouTube ヘルプのライブエンコーダの設定、ビットレート、解像度を選択するのページで確認してみると、 YouTube で 1080p60fps で配信する場合のビットレートの範囲としては4500から 9000kbps が推奨値と決められています。説明欄にこのページのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。このビットレートは上げれば上げるほど画質が高くなりますが、上限を超えてしまうと送るデータ量が多すぎて処理しきれずに配信がカクついてしまう原因になるので、決められた範囲内で設定する必要があるんですよね。なので先ほど自分の上り速度は 72.2Mbps、kbps に直すと 72,200kbps と言いましたが、 YouTube で 1080p60fps の解像度で配信するのであれば、ビットレートに設定できる数値は最大でも 9000kbps までが上限になるので、この数値よりも大きくしないように設定してください。
最後に上り速度の突発的な上昇下降に備え約 25% ほど下げて設定するということですが、状況によっては上り速度が突発的に上昇したり下降したりすることがあるので、それに備えるためにも実測の上り速度よりも約 25% 低く設定します。自分の場合は実測の上り速度は 72.2Mbps、kbps に直すと 72,200kbps だったので、約 25% ほど下げた値としては 72,200kbps×0.75 イコール 54,150kbps というようになりますが、 YouTube で 1080p60fps で配信する場合は最大で 9000kbps までが上限なので、 OBS のビットレートの項目には 9000kbps と入力します。実際に計測した上り速度によっては 9000kbps よりも低く設定しなければならない場合もあるので注意してください。ちなみに配信設定が終わった後にテスト配信を行いますが、低スペック PC を使用していてうまく配信を行うことができなかった場合は、このビットレートの項目を後から調整する可能性があります。うまく配信できなかった時の対処法に関しても解説しているので安心してほしいのですが、状況によっては後から調整する可能性もあるということを覚えておいてください。次に特定バッファサイズの使用の項目はチェックを外したままの状態で OK です。次にキーフレーム間隔についてですが、 YouTube で配信する場合は2秒が推奨されているので2秒で設定します。次に CPU 仕様のプリセットについてですが、ここはひとまずファスターに設定してください。ちなみに低スペック PC を使用していてうまく配信を行うことができなかった場合は、この CPU 仕様のプリセットの項目を後から調整する可能性があるので覚えておいてください。次にここは一気にいきますが、プロファイルはなし、チューンはなし、X264 オプションは空欄で OK です。すべて設定できたら適用をクリックしましょう。次に音声の設定を行います。設定画面の左側にある音声の項目をクリックするとこのような画面が表示されますが、一般の項目にあるサンプリングレートを 44.1kHz に設定し、チャンネルをステレオに設定してください。次にグローバル音声デバイスの欄にあるデスクトップ音声を規定に変更してください。デスクトップ音声2に関しては無効のままで大丈夫です。ここまで設定することができたら音声の項目は設定完了ですが、サンプリングレートを変更したことでこれらの設定を有効にするためにはプログラムの再起動が必要ですという注意文が表示されています。なのでここはひとまず OK を選択して設定画面を閉じてください。すると今すぐ再起動しますかと表示されるので、はいを選択して再起動しましょう。OBS を再起動できたら他に設定する項目があるので、同じように設定をクリックして設定画面を表示させておいてください。次に映像の設定を行います。設定画面の左側にある映像の項目をクリックするとこのような画面が表示されますが、基本キャンバス解像度を 1920×1080 に設定してください。ちなみにこの基本キャンバス解像度というのは OBS の画面の大きさをどれくらいのサイズにするのかという設定になります。基本的に OBS に表示している映像の大きさに合わせて設定するのですが、 PS4 や Switch の場合は映像キャプチャーデバイスの設定をするときに解像度を 1920×1080 に設定していると思うので、基本キャンバス解像度も 1920×1080 に設定します。もしも PS4 Pro を使用していて 3840×2160 の解像度を設定している場合は同じ16対9のアスペクト比になっているので、基本キャンバス解像度は 1920×1080 で OK です。次に出力スケーリング解像度ですが 1920×1080 に設定してください。ちなみにこの出力スケーリング解像度の設定は配信する動画の解像度となる設定になります。今回は 1080p の解像度で配信を行いたいので 1920×1080 と設定します。もしも低スペック PC を使用している場合はテスト配信の状況によっては 720p の画質に下げる選択もしなければなりませんが、その場合はこの部分の設定を 1280×720 に変更することになるので覚えておいてください。次に縮小フィルターを設定しますが、ランチョス先鋭化スケーリング36のサンプルに設定してください。次に FPS の設定ですが FPS 共通値を選択して60に設定します。ここまで設定できたら OK をクリックしましょう。ここまで来たらひとまず配信設定は完了です。ちなみにこれまで設定画面で設定してきた内容はプロファイルを変更すると設定内容も変化します。
プロファイルはそれぞれに名前を付けることができ、複数作成することができるので、今回の PS4 スイッチ用の配信設定はもちろん、録画する時の設定や PC ゲーム用の設定など使い分けることが可能なので、状況に合わせて使い分けてみてください。あと実際に録画するときはマイクを使用して自分の声を入れたい人もいるのではないでしょうか。ここでマイク設定方法を解説してしまうとものすごく長くなってしまうので、説明欄にマイク設定方法を解説した動画リンクを記載しておきます。マイク設定方法がわからない人はチェックしてみてください。配信設定が終わったら実際にテスト配信を行って映像や音声を確認していきますが、その前にテスト配信中の CPU 使用率を確認するためにタスクマネージャーを表示させてください。 Windows 10の場合はコントロールプラスシフトプラスエスケープの3つのキーを同時押しするとタスクマネージャーを表示させることができます。もしくは画面下の黒いタスクバーを右クリックすることでもタスクマネージャーを選択することができるので、実際に起動させてみてください。タスクマネージャーを表示させることができたら、プロセスのタブをクリックすることで CPU 使用率を確認することができます。この CPU 使用率が 70% を超えてしまうと配信の映像がカクついてしまったり音声がおかしくなってしまうことがあるので、テスト配信を実際に行っている時に CPU の数値が 70% 以上にならないように確認してください。それでは YouTube でテスト配信を行うやり方を解説していきますが、 OBS の画面右下にある配信開始をクリックしてください。しばらくすると YouTube 側の配信管理画面の右上、ライブ配信を開始が灰色から青色に変化します。いくら待ってもライブ配信を開始が灰色のままの場合は YouTube 側のストリームキーと OBS で設定したストリームキーが違う可能性があるので、もう一度設定内容を確認してみてください。ライブ配信を開始が青色に変化したら実際にクリックして生配信をスタートしましょう。生配信が始まったらまず最初に CPU 使用率の確認を行います。基本的に何も動かさないで映像が動かないと CPU 使用率は低くなり、ゲームのキャラクターを操作して画面を動かすと CPU 使用率が高まるので、実際にキャラを動かしながら CPU 使用率が 70% を超えないかチェックしてみてください。もしも 70% を超えてしまうと配信の映像がカクついてしまったり音声がおかしくなってしまうので注意しましょう。CPU 使用率が 70% を超えていないのであれば問題ないので、このままテスト配信を続行してゲーム映像がおかしくないのか、音量は大丈夫なのか確認するのはもちろん、マイクを使用しているのであれば実際に声を出してマイク音声も確認してみてください。あとテスト配信をしている様子を確認する時の注意点ですが、 PC で別のページを開いてテスト配信の画面を見てしまうと PC に負荷がかかってしまいますし、音声を流してしまうとその音を OBS が拾ってしまってループしてしまいます。なのでスマホやタブレットなどの PC 以外の機器で YouTube を開いてテスト配信を確認するようにしてください。ちなみによくある質問として、画面を動かした時に一瞬だけ CPU 使用率が 70% を超える時があるけどそれは大丈夫なのかという質問が来るのですが、一瞬だけならば映像がカクついたり音声がおかしくなるという確率は低いですね。ただどうしても不安が残るので、できるだけ CPU 使用率は 70% 以下に収まるように設定するのがおすすめです。無事にテスト配信を行うことができて、ゲーム音量やマイク音量などの設定も問題ないのであれば配信の終わり方を確認していきます。まずは YouTube の画面右上を確認するとライブ配信を終了というのがあるので、これをクリックしてください。すると本当に終了するのか確認する画面が表示されるので終了をクリックしてください。するとストリーム完了という画面が表示され YouTube 配信が終了します。あとは OBS 側の配信終了をクリックすることも忘れずに行うようにしてください。ちなみに録画を行う時の OBS 設定方法や BGM、画像を OBS に追加する方法といった OBS の使い方をまとめた再生リストを作成しているので、他にも OBS 関連で気になることがある場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。ここからは CPU 使用率が 70% を超えてしまって映像や音声に異常が出てしまった時の対処法を解説していきますが、 CPU 仕様のプリセットをベリーファーストやスーパーファーストにする、ビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を 1080p30fps、720p60fps、720p30fps と段階的に下げる、エンコーダを NVIDIA NPENS H264 に設定するといった方法があります。一
とまず OBS の設定を変更していくので、配信終了をクリックし設定をクリックしてください。ちなみに YouTube 側のライブ配信は終了する必要はありません。あと OBS の配信終了をクリックしてから設定を変更しないと設定が反映されないので注意してください。次に設定画面の出力の項目をクリックして配信タブであることを確認しますが、まず最初に設定を変更するのなら CPU 仕様のプリセットの項目を変更していきます。この設定は画質に関わる設定になりますが、この設定をベリーファーストやスーパーファーストというように上の方の設定を選択することで CPU 使用率を大きく減らすことができますし、スーパーファーストからファーストの間ならば設定変更してもそんなに画質に影響がないと言われています。なので最初はベリーファーストに設定して OK をクリックし、配信開始をクリックして YouTube 配信に復帰しましょう。これでも CPU 使用率が 70% を超えるのであればスーパーファーストに設定して再確認ということをやってみてください。これでも CPU 使用率が 70% を超えてしまうのなら、次はビットレートを 9000kbps から下げながら出力スケーリング解像度を 1080p30fps、720p60fps、720p30fps というように段階的に下げていきます。まずはビットレートを 500kbps や 1000kbps ずつ徐々に下げていき、その都度テスト配信を行って CPU 使用率を確認してみてください。ちなみに YouTube で 1080p60fps で配信する場合、動画ビットレートの範囲としては4500から 9000kbps が推奨値と決められていますが、もしもビットレートが 6000kbps より下がってしまう場合は 1080p60fps で配信することは諦めて 1080p30fps もしくは 720p60fps に変更していきます。4500kbps まで大丈夫なはずなのになぜ解像度を変更するのかというと、高い解像度設定なのにもかかわらずビットレートが低くなってしまうとブロックノイズなどが発生しやすくなるので画質が悪くなってしまいます。ただ解像度を下げるとその設定に対してビットレートが低くなることを防ぐことができ、ブロックノイズなどが発生しにくくなって画質の低下を抑えることができるので、一定のビットレートの数値になるようならば解像度を変更していきます。やり方としては設定画面の左にある映像の項目をクリックし、 1080p30fps がいいのであれば FPS 共通値を30に変更してください。720p60fps がいいのであれば出力スケーリング解像度を 1280×720 に変更しましょう。あとは同じようにテスト配信を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行っていってください。もしもビットレートが 4000kbps より下がってしまう場合は 1080p30fps もしくは 720p60fps で配信することは諦めて 720p30fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックして出力スケーリング解像度を 1280×720 に変更し FPS 共通値を30に変更してください。あとは同じようにテスト配信を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行っていってください。もしもビットレートが 2000kbps より下がってしまう場合は 720p30fps で配信することを諦めて 480p60fps に変更することになりますが、さすがにこれだけ解像度が落ちてくると画質が悪くなってしまうのでおすすめできません。なので最後の方法になりますが、エンコーダを NVIDIA NVENCE H264 に設定すると GPU で配信の処理を行うようになるので、こちらなら高画質で配信できる可能性がありますね。エンコーダを NVIDIA NVENCE H264 に設定した場合の配信設定方法に関しては PC ゲームを配信するときにおすすめの設定方法として紹介していますが、説明欄に記載している動画リンクを確認し、動画目次の出力の設定から確認してもらえれば十分理解できると思うのでチェックしてみてください。ちなみに GPU が搭載されていない PC を使用している場合は選択することができませんし、 GPU が搭載されていたとしても NVIDIA の RTX2000 番台以上の GPU じゃないと X264 よりも画質が悪くなってしまうという情報があるので注意が必要です。もしもエンコーダに NVIDIA NVENCE H264 が選択できなかったり RTX2000 番台以上の GPU を使用していないのであれば、これ以上の対処法はないので完全にお手上げになります。AMD Radeon を使用している人もいると思いますが、自分はそれが搭載された PC を使用したことがないので設定方法が分かりません。なので OBS で配信を行えるくらいの高スペックな PC に買い替えることをお勧めします。
はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。